不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。今回のお話は千葉県で整体式のマッサージ店を営業している水上さんという男性の方から聞いたお話です。水上さんは心霊とかには興味がなく、全く霊感もないということでした。その水上さんは現在40代でマッサージの施術をし、水上さんの奥さんが受付を担当していたそうです。そのお店は評判がよく、なかなか繁盛していました。そんなある平日の午後、60代後半ぐらいの女性が予約をしてお店にやってきたそうです。時間帯からして主婦のようでしたが、元気で明るく感じの良い人だったので、単に癒しにマッサージを受けに来たのだろうと水上さんの奥さんは思いました。その女性を仮に A 子さんとしておきますが、 A 子さんは受付を済ませマッサージ室に入っていきました。そこで旦那さんが引き継ぎ、早速 A 子さんにマッサージを施しました。旦那さんがどこか特に集中してほぐしてもらいたいところはありますかと聞くと、 A 子さんはもう全体的にやってください。日頃の家事やわがままな家族の世話で疲れてるんで、と笑って冗談交じりに答えたそうです。そして1時間の施術は終わり、A 子さんは会計を済ませて帰っていったということでした。A 子さんはどうということのない普通のお客さんで、水上さんの奥さんは特に気にも留めませんでした。でもその時マッサージを施した水上さんの旦那さんは A 子さんをかすかに不快に感じていたそうです。水上さんは決して霊感はありませんが、やはり人の体に触れる職業柄、その人の微妙なその時の思いや体調がわかるということでした。A 子さんは表向きは明るく振る舞っていたのですが、どことなく陰気な感じがして、なぜか言葉には説明しにくいそうなのですが、マッサージがしにくいタイプの相手だと感じました。お客さんの中には個人的な問題を抱えて引きずってくる人がいるので、そういう人にマッサージをするのは水上さんまで疲れてしまうそうなのです。多分この A 子さんもそんなところだろうと思い、いちいち気にしていたら商売になりませんから、通常通りマッサージを終えたということでした。さて、それから1週間が経ち、また平日の午後にあの A 子さんが予約をしてお店にやってきたそうです。リピーターは嬉しいもので、受付の奥さんは A 子さんが夫のマッサージを気に入ってくれたのだと思ったそうです。でも旦那さんの水上さんは内心、 A 子さんには失礼でしたが、またこの人か、嫌だなと一瞬そんな思いが頭をよぎりました。そして2回目のマッサージを始めると、水上さんは A 子さんから彼女の日頃の生活の話をほんの少しだけ聞かされたそうです。A 子さんは子供はすでに独立していて、今は定年退職した旦那さんと2人暮らしだということでした。そしてマッサージは終わり、会計を済ませて A 子さんは帰っていきました。でもやっぱり水上さんは A 子さんが苦手で、彼女が出ていくとどっと疲れてしまい、もう来ないでくれたらなと思わず願ってしまいました。A 子さんは人柄は良さそうなのに、不思議に彼女と接しているだけで水上さんは憂鬱な気分になりました。でもやっぱり仕事ですから、もしまた A 子さんが来ても気にしないようにして良いサービスで接しようと思っていたそうです。すると思った通りそうなりました。それからも定期的に A 子さんはマッサージを受けに来るようになったのです。水上さんは相変わらず A 子さんが部屋に入ってくるたびに、部屋が重い空気に変わっていくのを感じていました。ただ来るたびに A 子さんの疲れ方がひどくなっているようで、ある時からまるで死体をマッサージしているような感覚になっていきました。
すると受付の奥さんもだんだん英子さんが最初の頃と比べると疲れて見え落ち込んでいるように感じました。でもいろいろ忙しいのだろうと特段英子さんの異変に注意を払うことはありませんでした。そんなわけで半年ぐらい英子さんは水上さんのマッサージ店に通っていたそうです。そんなある日、またいつものように水上さんは英子さんに感じる不快さに我慢しながら彼女にマッサージを施していました。するとその最中、英子さんはうちの旦那さんが今体調が悪くていろいろうるさくてクタクタですと話していたそうです。水上さんは英子さんが初めて口を言ったので少し意外に思いましたが、彼女の疲労はもともとそのわがままな旦那さんの身の回りの世話などで蓄積しているのかなとなんとなく思いました。するとどういうわけか、その日を最後に英子さんがマッサージを受けに来ることはなくなりました。水上さんは当初少しほっとしましたが、毎日忙しいですから英子さんのことを思い出すことはありませんでした。そしてさらに半年ぐらい過ぎたある日のことでした。あの英子さんが久しぶりに予約してきたそうです。電話で予約を受けた奥さんは特に気に留めることでもないので旦那さんには伝えませんでした。ところが当日ふらりとやってきた英子さんを見て水上さんも奥さんも愕然としたそうです。顔色がまるで死体のように青白く、どうしたのかと思いました。でもお久しぶりですと声をかけるとにこやかにまたよろしくお願いしますねと落ち着いた表情で静かに答えたということでした。マッサージ室に英子さんが入ってくるとやっぱり彼女から重く陰気なオーラが部屋中に広がっていき、少し彼女の体臭も気になりました。水上さんはやれやれこの人は悪い方にパワーアップしてるなと思ったそうです。水上さんは早く終えたかったので早速英子さんにマッサージベッドにうつ伏せで寝てもらいマッサージを始めました。肩、背中、腰とマッサージをしていくと以前にも増して彼女からの性のエネルギーを感じず遺体のように血の流れが滞っている感覚がしました。うつ伏せのマッサージが終わり今度は英子さんに仰向けになってもらいました。そこで水上さんは英子さんの頭の後ろに回り頭皮のマッサージを始めたそうです。英子さんはまるで呼吸をしていないかのように静かに寝ているように見えました。すると英子さんの頭皮から水上さんの指先にどす黒い負のエネルギーのような感覚がじわじわ伝わってきました。そしてぞっとした水上さんが早く次の工程に進まなくてはと思った時でした。突然英子さんの左の肩先からニューッと男性の手が一本生えてきたのです。水上さんは驚愕し声も出ませんでしたが反射的にマッサージを続けたそうです。それは仰向けになった英子さんの肩の後ろあたりから生えてきた土毛色の男性の手でわずかに指先がゆらゆらと動いていました。それは明らかに生きている人の手ではなく遺体の手の色でした。水上さんの背筋に冷や汗が流れ恐ろしくてマッサージをすぐやめたかったのですが仕事ですから必死に耐えていたそうです。幽霊など信じない水上さんは生まれて初めてはっきりと不可解なものを見て困惑していました。すぐに足元に移動しその手を見ないようにしながら最後までマッサージを続けました。その最中も英子さんは死んだように静かに寝ていたそうです。
そしてマッサージのすべての工程が終わった時にはいつの間にか肩から生えていた手は消えていました。英子さんが起き上がって水上さんにお礼を言って部屋から退出すると、部屋はまるで遺体解剖室のように冷たくなり、かすかに消毒液のような匂いがしたそうです。英子さんが会計を済ませてお店から出て行ったタイミングを見計らって、水上さんは受付にいる奥さんのところに行き、今起きたことを話そうとしました。するとその前に奥さんが「英子さんが言ってたけど、最近英子さんの旦那さん亡くなったそうですよ」と言いました。それを聞いて水上さんは全身凍りついたそうです。あの肩から生えてきた手が誰の手だったかすぐに分かった感じがしました。水上さんは「そうか、そういうことだったのか」と全てが腑に落ちたそうです。まず英子さんは長く夫の看病で疲れていて、夫が亡くなったのでしばらくお店に来なかったようでした。そして英子さんに対してではなく、病魔に侵された英子さんの夫の彼女に対する執着が水上さんは不快に感じていたのだと気がつきました。でもあの男性の手が亡くなった夫の手であっても、英子さんには決して良いことではなく、夫は英子さんに取り付き、あの世に引きずり込もうとしている感じがしました。まさかと思いますが、水上さんが手を見たこの日以降、二度と英子さんがマッサージを受けに来ることはありませんでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。